ここにあるのを知らないお客さんが近くの人でも多くて穴場なんで。はい、ありがとう。小さい方。はい、わかりました。はい。3番です。そうやんな、この。2番さん。とにかく美味しいっていうのはもうずっともう忠実に再現されてて。五目チャーハンです。5番さん、2番にチンタを。お待たせしました。H リです。はい、どうぞ。やっぱりイカの天ぷらが名物なんで何度食べても美味しいですね。好きなのでイカ天。レンゲとお皿な。はい。お待たせしました。イカ天です。ギュッて巻く。どうもありがとうございます。マーボー。失礼します。ゆりごめん。はい、天使な。失礼します。はい、家近いって。はい、ワンタン麺です。ありがとうございます。父親がね、ずっと絵日記書いてたんですよ。母が、亡くなった時の。あ、そうです。はい。丸印の2番から8番でお待ちください。お店は今何年になるんですか56年になるんかな。6年目、55年2代目で、創業の経緯とかご存知ですか？父がずっと京阪のレストランで、中華の方で父親が働いてて、喫茶部ってあって、そこで母親が働いてて、でそこで出会って、結局神戸に住んでて、父は南京町の本店民生、そこの先代の亡くなられたオーナーがちょっと病気で入院しまして、その間、民生で代わりに働いてて、母も近くで働いてて、独立して開業するっていう時にのれん分けしてもらって結婚して、姉ちゃんが生まれると同時にこの店開店して、なんでここってよう言われるんですけど、母親の実家が寝屋川だったんですよ。で母の母がやっぱり手伝ってもらわないと子育てとお店とあったんで、近くの方がいいだろうっていうことで、ここでずっと55年。うちはね、神戸出身なんで本当は神戸でやりたかったと思うんですけど、やっぱり先のこととか考えたらっていう形でこっちに出てきたんですけど、やっぱりみんな神戸の人からはなんでこんなとこ言われたみたいなんですけどね、でもかたくなに父はでもここでこれだけ長いことやってこれるっていうことは大きくもならず小さくもならずですけど、本当にお客さんがやっぱりありがたい。もう何代も続いて、最初学生さんだった人が結婚されて子供さん連れてこられて、その子供さんがまた子供さん連れてこられてっていうすごい長いお付き合いができてるのが、もうやっぱり父と母が亡くなってからますますそれが分かって、お声もかけてくれはるし、もうなんでここなんて私もずっと思ってたんですよ。どっか出ればいいのにって思ってたんですけど、なんか父がここって決めた理由がなんとなく最近分かるようになってきました。お客さんのお声聞いてね、やっぱりここでよかったんやなって、すごい頑固やなって思ってたんですけどね、どっか移動する場所とかお客さんの方から声かけてくれはったり、今やったらここ空いてるよとか言ってくれはったので、かたくなに首を縦に振らなかったんです。ずーっとようやくなんかなんとなくこういうことなんかなっていうのが分かりました。
今中間さんが引き継がれてからは何年ぐらいになるんですか？僕がもう20歳ぐらいでここ入ったんで30年ぐらい。正式に引き継いでからは名義変更とかいうのは10年ぐらいなんですけど、父親からも母親からも後継いでくれって一回も言われたことないんですよ。特に母親はね、継ぐなと。お父さんは職人、であんたは職人気質じゃないから向いてないからサラリーマンになれと。僕もそのつもりでね就職活動までしたんですけど、でもそのタイミングでね百貨店の方で催事に誘われまして、でその時にこの店のイカ天を出してほしいって言われたんですけど、その頃店も忙しくてアルバイトとかも行ってたんですけど、結局催事に行くとなれば、店閉めなあかんと1週間。親父それが嫌やったんでもう無理やからって断ってたんですけど、その方が毎日来られて断っても、で僕それ見てて行こうかって軽く言ったんですよ。もう20歳ぐらいやったんですけど、まだ何もできない時なんですけど、親父が「あ行ってくれるか?」って言うんで、僕と母親だけそっち行って、で催事が終わったらまた帰ってきてここで仕事してっていうのを1週間やって、その時にイカ天をちゃんと覚えなあかんので、本店の方にちょっと教えてもらいに行って、あっちはもう催事とか広場でしてたんで南京町で、ちょうどその時にイカ天出すので僕も行って1週間もできるかな、1日でもだいぶしんどかったんで、けど結局まあなんとかできて、でその時にまあちょっとだけ自信が出てた、でその時にね、あこの商売おもろいなってこうで、まあなんとなく30年僕よその店とか出てないんですよ。ここしか知らないんで、いつ頃までお母様はお店でやられてたんいですか？や一昨年亡くなったんですけど、3月に亡くなったんですけど、1月の末までずっともう店には立ってたんで、入院するまで直前まで。もう普通に働いてたんです。すごいですね。元気やったんです。具合悪そうにはしてましたけど、コロナのこういう時期なのでちょっとこううつが出てるって私思ってたんですよ。ただ母は絶対しんどいって言わなかったんで、でも結局ちょっとまあ具合悪くなって調べてみたら大病が見つかりまして、でも嫁もその時に宣告されて、もう家族みんな本当にびっくりです。病気が分かって一月で亡くなっちゃったんですよ。もうすぐ2年になるんですけど、まだなんかそんな実感というか、でお客さんもなんかびっくりされる方多いんで、ついこの間までおったやんいう感じで、でもねまあほんまに元気なままっていう感じで、父親はね病気もしたりしてたんで、でも母親が亡くなってからはもう父親は気力がガタッとなくなって、本当に寂しくて毎日探す感じ。ボケてはなかったんですけど、母親の死だけが受け入れられなくて、60年以上こう一緒に仕事してたらやっぱそういう風になるんかなと思いまして、結局寂しくて亡くなった感じだった。父親も病院でねポクッと亡くなっちゃったんで、で2人になって4人でやってたんですけど、でまあいろいろ店どうしようかな、でコロナもあってでいろんな問題も出てきて、その時にもう閉めようかなって思ったんですけど、お客さんがねこう助けてくれるんで、なんとかまあありがたいことでね、まあ、続けてやってこれてます。
巻く時のコツとかありますか？ギュッて巻く。ゆきこさんはいつからお店は手伝ってらっしゃるんですか？結婚した時は最初ずっと来てて、で子供生まれる前後ぐらいからちょっと退いてて、でちょっと手が空き出したら週末とか忙しい時とかは来てます。いおりさんは定期的に手伝ってらっしゃるんですか？はい、他でもバイトしてるんですけど、週末店忙しい時は来てくれて、もうね赤ちゃんの時からずっとここいてたんで、もうよちよち歩きの時からお客さん入ってきたらおしぼり持ってそれだけでもね助かります。うちの母ももう餃子包むのはすごかった、機械並みに。だから神戸の震災があった時に炊き出しとか行くじゃないですか、みんなで南京町の本店の厨房でバーって餃子を一斉に作ったんですよ、いろんなコックさん集まって。で包むのはやっぱ母がね結構みんな早い早いちょっとこういい気になってやってましたその動画があったら見たいの。それはすごかったですよ。やっぱりね、コロナの時は本当夜が全くなくて、そうですね、ちょうど父母亡くなったのと重なってたんで、なんかこうやることがねいっぱいあって、でお店のことも考えなあかんし、最近はねぼちぼちお客さん帰ってきてもらってるんですけど、やっぱりかなりありましたね。コーヒー1本この入れて最近だとかなり物価が上がって仕入れなんかもかなりですね、ありましたね。メニューの価格とかはどうされて今のとこ変えてないんですよ。やっぱりちょっと考えないとね、光熱費もかなり上がって全部上がってるんで考えてはおるんですけど、なかなかね、なかなかというのはどういう理由で？上げるのはね、簡単なんですけど、やっぱりねこうやってこの場所にわざわざ来てくれることを思うと、簡単になんかこう上げようかなっていう気にはならないですよね。皆さん大変ですからね、やっぱり、できる限り値上げはしないでおこうと思ってるんですけど。こちらの餃子の特徴はどういう？野菜が多くてお肉少なめで、ニンニクもちょっと少なめで、一口で食べられる感じ。そうです、割とニンニクそんなに気にせず皆さん食べていただけますね。風味では入ってるんですけど。大阪の方は小さい餃子がやっぱり好きですか？ああ、どうなんでしょうそうですね、なんか一口餃子みたいなの多いですか？多いですね、確かに多いですね。大きさ聞かれる時ありますもんね。お店はテイクアウトとかそういうことはやられる？やってます。お弁当とか昔は出前してたんですけど、最近は近場だけで、コロナの時はテイクアウトが助かりました。常連さんがやっぱり食べには来られない、ちょっとでも売り上げ協力しますってありがたいです。
内容っていうのはどういうものなんですか？まずちっちゃい前菜が出まして、でフカヒレスープが出まして、でワンプレートなんですけど、イカ天とエビチリかエビマヨで揚げワンタンで焼き飯がついて、で最後杏仁豆腐。すごい種類もあってお得ですよね。まあそうですね、もうサービス品です。これ、注文できるのは何名から注文できるんですか2名です。土日に関係なくもうずっとやってるんで、お昼間だけ。はい。であと平日だけなんですけど、サービスランチっていうのも800円でやってます。サービスランチはどういう内容なんですか？揚げ物と、でビーフンと、でサラダと、であと一品ついてご飯とスープ。はい。餃子にイカ天、かき天、五目焼き飯、甘酢、イカ天小、小エビチリ小。はい。はい、ありがとう。美味しそうですね。ご飯も今。じゃあ巻いてお召し上がりください。はい、お願いします。五目チャーハンです。ゆり。一点もう3番かな。3番です。じゃあ八宝菜と八宝菜。麻婆豆腐と、はい。チャーハンとはい。エビチリエビチリ。を全部
それぞれ食べたいので、小さい方で。はい、わかりました。それで、かわいい。フレンチ豚セットで終わります。これ、そうやんな、この。あ、それも豚セットです。2番さん。はい、5番さん、2番にチンタオ。はい。後の方が7ちゃう。どっちや。やってますよ。どうや。美味しいよ。柔らかい。本当や。麻婆。麻婆からまだいけない。失礼します。麻婆豆腐です。さっき7以外に。レンゲとお皿な。はい、7。はい。お待たせしました。イカ天です。レンゲもいるやな。レンゲもいる。お待たせしました。エビチリです。はい、どうぞ。
はい、五目2番。これ揚げですか？はい、八宝菜。はい、ゆりごめん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、天使な。酢豚、はい。これも7。はい。ぶつかっちゃった。美味しそう。大きいの。はい、あ、じゃあお待ちします。お願いします。はい。お待たせしました。焼き飯です。今日お店は何回目なんですか？初めてなんですよ。妹から教えてもらったんですけど、私南京町の三重線には 2,3 回行ったことあって、ここにあることを知らなくて、退職なんですよ、4月中で。今日は母親と一緒にちょっとほんなら退職祝いでお昼からご飯食べに行こうかという感じでここへ初めて伺いました。今日は何を注文されたんですか？餃子と焼き餃子、イカの天ぷら、酢豚、あと何やったっけな、あと2つ3つ頼みましたね。すごいですね。はい、美味しかった。またちょくちょく寄らせてもらおうと思ってます。今日召し上がった中で一番おすすめの商品なんかございますか？やっぱりイカの天ぷらがミンセさんは名物なんで、それは何度食べても美味しいですね。酢豚も美味しかったです。繁盛の理由はどういうところだと思われます？お店の方々もフレンドリーやし、まずは料理が何より美味しいというところで人が集まってくる場所なんじゃないですかね。最後にお店の方も頑張ってらっしゃると思いますので、応援コメントみたいなものを応援コメント簡単に一言はい、わかりました。一月に1回はこれから寄らせてもらおうと思ってます。お店は何回目ぐらいなんですか？もうしょっちゅうです。同級生なんですよ。大将のみーくんは友達の弟さんで、それで僕ら中学の時の同級生で、前の仙台寺さんの時からちょこちょこ来てて、とにかく美味しいっていうのはもうずっともう何年ぐらい前から？40年ぐらい。
日は何を召し上がったんですか？今日はね、まず一番はまず餃子。本来はここカレーライスとかね、オムライスがものすごい美味しいんですよ。でもやっぱ知ってるし、ほんでミーク一人で鍋やってるから、カレーとか頼んでもらうと鍋のあれが匂いが残ってしまって、でお客さん次が来るから、だからそれは控えて天津飯とか、あと酢豚、イカの天ぷらとかですかね。通ってる一番の理由っていうのはどういうところなんですか？一番はやっぱ美味しい。美味しいのと接客というか、来てて気持ちいいお店なんで。先代のご夫婦が、2年ほど前に亡くなられたということなんですけれども、先代の味と今の味とで何かこう変化とかはありました？いや、もう忠実に再現されてて、一緒だなと思います。また食べに来ますので頑張ってください。民生っていうお店は結構有名なんですけど、ここにあるのを知らないお客さんが近くの人でも多くて、穴場なんで先ほど常連の方にちょっと聞いたんですけれど、カレーライスとかが実は美味しいんだって言ってて、ちょっと鍋一人で作ってるのに鍋それも言っていただけたら頑張ります。ね、知ってる人はね、結構ね、昔からなくそうかなって思うんですけど、やっぱり言ってくれるお客さんいてるんで、結局ねやるんで残して中華のカレーってねちょっとね流行ってましたからね。これも昔ながらのやり方で、親父がやってる料理をそのまま受け継いで、あとね牛バラご飯とか、ああいうのは僕がやりだしたやつなんですよ。でも親父多分レシピも何も知らないと思いますエビマヨもそうですし、砂ずりの醤油煮ってあるんですよ。あれもそうですね。こちらのお店で好きなメニューとかありますか？好きなのイカ天。皆さん美味しいっておっしゃってました。あ、本当です。なんか食べログ見てオードブル持って帰るにまた後でもうちょっとして家近いって。あ、そうだ。はい、ダウンセット。はい、チュー。2番ね、気をつけて。ラーメンセットとワンタンセットと天津飯と野菜炒め。はい。
ワンタン麺です。はい、ありがとうございます。はい。
部料理はできてたんですけど、やっぱり横に父がいるっていうのでできてこれたのが、初めて一人でやっていかなあかんっていう、そこをすごく考えそうですよね。でもそれがあったおかげで残り5年間一緒に仕事できたんですけど、やっぱ良かったですね、それは。全部の料理がもうお父さんの後ちゃんとつけてるって言われているんです。父もなかなかこう、お前がやれっていうふうには言い切れない。父親がね、ずっと絵日記書いてたんですよ。絵日記をずっとね、まあ店で書いてんのは知ってたんですけど、中は見たことなかったんですよ。もう何十年とそれがバッて今溜まってて、こういうの自分が写ってる新聞の切り抜きとかね、先代が写ってレシピとか、あとこういうすごいこれなんですね。また可愛らしい絵ですね。漫画家になりたかったらしくて、同級生は漫画家になったって思ってる人がいてたらしくて、旧姓が藤本って言うんですよ。なんかドラえもんのね、藤子不二雄ってなんか藤本でしょ。それで勘違いされてる方もいたらしくて、改めて父親亡くなってから見返すとね、僕らに読ませるように書いてたんですよ。料理のレシピももちろんそうですし、その日店であったこととかで、まあ見返すと、ああこういうことあったなとかで、僕ちょっと料理のことで悩んだ時にそれバーって見返したら、そのレシピが載ってたり、しかもね、なんとかなんとかだってこう書いてたら、だっていうのを消してですって見てみるかな。ほんでね、私事ですがとか書いてるんですよ。もう日記ってね、私事じゃないですか。でもその時に父が思ったこととかいろいろ書いてて、あ、こういうこと思ってたんやとか、見返してやっぱ勉強になりますね、親父の気持ちがね。はい、やっぱりそれ財産ですよね。11月今までにない売り上げがすごく少なかった。そうですね、はい、最後の方と思います。誰が来たとか、売り上げがどうやったとか。これがね、母が亡くなった時の。あ、そうです。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。なんか大雑把な感じに見えたんですけど、すごいまめにこんなんやってたんやなっていう、後々分かりましたね、いろいろ。おじいちゃんとおばあちゃんの記憶とかってなんかあります？なんか月曜日はよく夜ご飯を、おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に食べてて、でおばあちゃんが亡くなってからもおじいちゃんとお父さんと私と3人でよく夜ご飯食べに行ってました。3400円になります。ありがとうございます。ああ、すいません。すいません。ありがとうございます。すいません。すいません、いただきます。ありがとうございます。 ありがとう。 ありがとうございます。 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 あり